悪用現金税務調査の裏側脅威の 83% の秘密。税務調査はここ数年で大きく進化しています。特に KSK システムは国税の頭脳ともいえる存在です。2025年にかけての最新の状況を含め、具体的な数字を交えて解説します。1、脱税調査の司令塔 KSK システムの正体。 KSK 国税総合管理システムは全国の国税局と税務署をオンラインで結び、納税者の申告内容や資産状況を網羅した巨大なデータベースです。何を見ているのか。過去の申告データ、銀行口座の動き、不動産登記、さらには SNS での贅沢な暮らしぶりまで、あらゆる情報を突き合わせます。どうやって見破るのか。 AI に近い予測モデルが同業他社や過去のデータと比較して、この利益率でこの景気はおかしいという異常値を自動で算出します。調査対象の選定。このシステムにより高リスクと判定された納税者が優先的に調査対象リストに載ります。膨大な内部情報の自動収集。 KSK システムの強みは、納税者が提出した申告書だけでなく、本人が隠したい情報を外部から自動的に集めて紐付ける能力にあります。法定徴収との照合。企業が支払った給与、外注費、家賃などの支払い調書が全て集約されます。誰がどこからいくらもらったか、システム上で筒抜けになります。銀行証券口座の動き。主要な金融機関の口座情報は税務調査の権限に基づき紹介され、 KSK に蓄積されます。海外送金。100万円を超える海外送金は銀行から税務署へ国外送金等調書が送られ、これも KSK で管理されます。 SNS ネット情報。近年はサイバー型の情報収集も強化されており、 SNS での豪遊投稿やメルカリやフオーク等の EC サイトでの販売実績もデータとして取り込まれます。2、業種別地域別のベンチマーク分析。 KSK システム内には膨大な過去の統計データに基づいた標準モデルベンチマークが存在します。異常値の検知。例えば東京都港区のイタリア料理店なら、平均的な原価率は 30%、 利益率は 15% といった基準がシステム内にあります。もしある店が原価率 50%、 仕入れが多すぎる架空経費の疑いや売上に対して異常に現金残高が少ない売上除外の疑いという申告をすると、 KSK が即座にアラートを出します。なよすなよすの制度。複数の偽名や家族名義を使って資産を分散させても、住所、生年月日、過去の経歴などから同一人物または実質的支配者として統合するアルゴリズムが組み込まれています。3、選定スコアリングと調査官への指示。 KSK システムは全ての納税者に調査の必要性を点数付けスコアリングします。高スコアの抽出、申告漏れの可能性が高い、または過去に不正歴があるものがリストアップされます。机上調査。現場の調査官が KSK の画面上でなぜこの人はスコアが高いのかを分析します。外観調査。実際に店舗や自宅を見に行き、 KSK のデータと矛盾がないか冷却入りは良いのに赤字申告などを確認します。臨場調査実地。最終的に言い逃れができない証拠を固めた状態で、あなたの元へ調査に伺いますと連絡が入るのです。4、富裕層プロジェクト世代をまたぐ資産追跡。国税局には富裕層担当の専門部署、通称リッチプロジェクトチームが存在し、 KSK システムを駆使して資産家とその親族を一元管理しています。名寄せによる一族管理。 KSK システムは本人だけでなく、配偶者、子供、孫、さらには親族が経営する関連会社のデータまでを一つのグループとして紐付けます。これにより親の口座から子供の口座への不自然な資金移動を自動的にあぶり出します。生涯収支のシミュレーション。国税はその人の過去数十年の年収源泉徴収データと現在の資産額、不動産、株、預金を比較します。計算例。生涯年収の合計が5億円なのに現在10億円の資産を持っている場合、差額の5億円はどこから来たのか。無申告の所得か未申告の贈与ではないかと疑われます。相続贈与の遡り。調査。不動産をキャッシュで購入した際などは、その資金の出所が10年前の親からの送金であっても KSK の過去ログから突き止めることが可能です。5、SNS から足がつくプロセス。デジタル足跡の監視。最近の税務調査では SNS は有力な証拠の宝庫とみなされています。調査官は専門のサイバーチームを組織してチェックしています。生活水準と申告額の乖離。所得税を年収300万円で申告している人がインスタグラムで連日1本数10万円のワイン、高級ブランドバッグ数千万円のスーパーカーを投稿していれば、 KSK のデータと照らし合わせて即座にマークされます。いつどこでの特定投稿写真の背景や位置情報から、その時期その場所に滞在していた、それだけの経費や遊興費を支払う能力があるという裏付けに使われます。フォロワーや交流関係からの特定。本人が鍵アカウントであってもタグ付けされた友人や仕事仲間の投稿から隠していた事業実態や取引先の存在がバレるケースも増えています。6、海外資産はどうやってバレるのか。国際的な情報も海外の銀行なら日本の税務署は照らしできないというのは今は昔の話です。現在は CRS 共通報告基準という国際的な仕組みが稼働しています。 CRS 共通報告基準の威力。世界100カ国以上の税務当局が外国人が自国の銀行に持っている口座情報を自動的に交換する仕組みです。日本人が海外例スイス、シンガポール、ケイマン諸島などに口座を持つと、その口座残高や利息、
配当の情報が本人の承諾なく日本国税庁に自動送信されます。国外財産調書の義務か、海外に5000万円を超える資産を持つ人はその内容を報告する義務があります。 CRS で送られてきたデータと提出された報告書を KSK で照合し、不一致があれば即調査です。タックスヘイブン対策パナマ文書などの流出データや租税条約に基づく情報紹介により、実態のない海外法人の裏側に隠れた真の所有者も特定されるようになっています。7、実績データ税務調査の打率と件数の詳細。驚異的な調査の打率 T 割合。国税当局が実機調査実際に現場へ赴く調査を行う場合、その的中率は極めて高い水準で安定しています。個人の所得税調査においては、調査に入った件数のうちなんと約 83% の割合で申告漏れなどの非が見つかっています。法人の場合も約 75%、相続税に至っては約 82% という数字が出ています。これは当てずっぽうに調査をしているのではなく、 KSK システムによる事前分析で黒に近い灰色の対象者を確実にあぶり出してから出動していることを意味します。つまり税務署が家や会社に来た時点ですでに8割以上の確率で負け戦からスタートすることになります。1件あたりの追徴税額の跳ね上がり。近年の大きな特徴は1件の調査で回収する税金の額が大幅に増えている点です。個人の所得税調査では1件あたりの追徴税額が約241万円となっており、これは過去最高水準です。特に国税庁が重点を置いている富裕層にターゲットを絞った調査では1件あたり約1068万円もの追徴課税が発生しています。一般の納税者に対する調査と比べて約4倍以上の効率で税金を回収している計算になります。法人税についても1件あたりの追徴額は約634万円と高水準を維持しており、額の大きな不正を優先的に取り締まる選択と集中が徹底されています。調査件数の変化と簡易な接触の拡大。一方で実際に職員が現地へ行く実地調査の件数自体は十数年前と比較すると抑え気味になっています。その代わりに急増しているのが電話や書面、あるいは税務署への記書を依頼して修正を促す簡易な接触です。この簡易な接触は年間で約70万件以上行われており、実地調査の数倍から十数倍の規模に達しています。 KSK システムで検知した小さなミスや単純な計算違いは効率的に書面で処理し、システムが弾き出した悪質な脱税の疑いがある大物にだけベテラン調査官が時間をかけて実地調査に入るという2段階前の体制が取られています。まとめ数字が語るにできれない現実。これらの数字から言えることは、今の国税庁は数をこなすことよりも確実により多額の税金を取り立てることにシフトしているということです。 AIKSK システムによる網羅的なチェックと専門チームによる徹底した追跡、富裕層 SNS 海外資産が組み合わさった結果、一度ターゲットに選ばれると多額の追徴課税を免れるのは極めて困難な状況になっています。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。